こんにちは、ウォリです。今回はクリームパンを作った時の動画です。手作りのカスタードを包んだ赤ちゃんのお手手みたいなクリームパンができました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まず最初にカスタードを作っていきます。牛乳を鍋に入れ、沸騰直前まで火にかけます。目を離した隙に吹きこぼれたりするので注意してください。次にボウルに卵黄を入れホイッパーで混ぜます。砂糖を2、3回に分けながら混ぜます。次に薄力粉を少しずつ入れながら混ぜます。ここまで混ぜれたら鍋に移し替えて、弱火にかけながらぼってりするまで混ぜます。ぼってりしたら牛乳を入れ混ぜます。ここでポイント。ホイッパーは隅まで全力で混ぜてください。そうしないとダマになったり、卵だけが固まったりしていり卵になってしまうので注意してください。牛乳が馴染んでシャビシャビ感がなくなったら火を止め、バニラエッセンスを入れ混ぜ合わせたら、カスタードクリームの完成です。できたカスタードクリームはバットに移し替え、氷水に冷やし、冷蔵庫で寝かせます。次にパン生地をホームベーカリーで作っていきます。強力粉、薄力粉、牛乳、卵を混ぜたもの、砂糖、塩、マーガリン、ドライイーストを入れ、パン生地コースでスタート。生地ができたら分割していきます。生地を6等分に分割していきます。今回は1つ約 52g に分割していきます。今回 2、3 回で分量があったので気持ちよかったです。昔パン屋さんで働いてた時に分割する時は数グラム少なく切って2回目で調整するように教えてもらったのですが、いつもなかなかうまくいきません。分割できたら丸めていきます。今回カスタードクリームを作ってみたのですが、カスタードってぽってりしたものからサラサラしたものまであり、作る前に旦那とどっちの方が好きかという討論をしました。旦那的にはサラサラした方が好きみたいですが、私はパンに包むならぽってりした方が好きです。ただ泡立てた生クリームを混ぜ合わせるならサラサラしたものを使いたいです。要は私どっちも好きで、どっちでも美味しいって言って食べてます。余談ですが、デニッシュコルネに食べる直前にカスタードを入れたものを食べるのが大好きです。サクサクの中にとろっとしたカスタードクリームがたまんないんですよね。丸めれたら15分のベンチタイムを取っていきます。おやすみなさい。ベンチタイムが取れたら成形していきます。生地を綿棒で楕円形になるように伸ばしていきます。
こでポイント。後で生地より柔らかいカスタードを包んでいくので、気持ち大きめに伸ばしていきます。包むのが上手な人だとアンベラでちょちょちょって包んでしまうのですが、私はあまり得意ではないので生地を大きめに伸ばしてしまいます。ただあんまり大きく伸ばせると発酵をした時に生地が薄くなり破けてしまうので、伸ばしすぎずいい塩梅でやってみてください。とは言っても今回少しカスタード少なめの分量なので包みづらいということはないかなと思います。生地に何かを包むとき、生地と同じ分量だとちょうど良いと感じるらしいです。今回 10g ほどカスタードの方が少ないので、ちょっとカスタード少ないと感じるかもしれませんが、包みやすいと思います。もっとたっぷり入れたいと思う方はカスタードを増やしてみてください。次にカスタードを包んでいきます。手を輪っかにして親指と人差し指の上に生地を乗っけてカスタードを輪っかの中に入れるイメージで乗せます。最後に端を餃子のように包み横に寝かせたら出来上がりです。ここでポイント。端のくっつける部分にカスタードがついてしまうと粘着力が弱くなり、発酵した時にそこからカスタードが飛び出てしまうので、端の海苔付けの部分を残して包んでください。パン生地を包む時って本来同じ形の手で手のひらに乗せて包むのですが、男の人より手のひらが小さい分、そのやり方だとやりづらいので私はこのようにやっています。もしうまく包めないとかやりづらいなと思っている方がいらっしゃったら、一回この方法で試してみてください。包む時のポイントなのですが、手のひらの時も今回の方法の時も同じで、空洞にヘラで押して生地の中に入れます。手のひらの上でやるときは手のひらの空洞や親指と人差し指を輪っかに押すようなイメージで包みます。今回の場合もちょうど輪っかの部分にフィリングを乗せることによって下に空洞に押し込まれ包むことができます。ただ先ほどから押し込むと言っているのですが、生地を無理して引っ張って押し込むと生地が破けたり薄くなってしまうので、無理に押し込むのではなく少しずつ生地に包んでいってください。包めたら天板に乗せていきます。乗せたらスケッパーで3つ切り込みを入れます。切り始めてから思ったのですが、切り込み入れてから天板に乗せればよかったなと思いました。下のキッチンペーパー切りそうになるし、狭いしでやりづらかったです。切り込みは同じ長さで扇のように下の辺の中心に来るようなイメージで切り込みを入れると出来栄えが綺麗になります。切り込みを入れたら35度で40分から50分発酵させます。発酵させたら卵液をハケで塗っていきます。卵液はハケでムラなく隅から隅まで塗っていきます。塗れたら180度で10分から13分焼いていきます。きつね色に焼けたら手作りカスタードクリームパンの完成です。